今回は羽ばたく白鳥のマサ117折り紙羽ばたく鳥シリーズです。置物としての可愛い白鳥の像としても良いですし、白鳥の後部を引けば羽ばたきます。お子様と一緒に折って羽ばたかせて遊んでみてください。それでは白鳥の折り方、羽ばたく白鳥の折り方について説明いたします。紙としては水色の紙を用いました。まず正方形の紙を半分に長方形にして折っていきます。まず折り線を入れていきます。各方向も入れていきます。から斜めの方向についても裏返しまして折り線を入れていきます。でこのように準備しますと、この後四角くまとめますと、このような形の四角形になります。でこれを中央線に合わせる形で折ります。それから反対側についてもやはり中央線に合わせる形で折ります。からこの上のところも折っておきます。でその後開いていきます。そうしますと大体このような形、鶴の基本形の形になってきます。同様にこのような形ですね。これで同様に裏側についても折っていきます。このところを反対側に返します。それからこのラインを中央線に合わせます。でこのような形ですね。からここのところをやって、その次に中を開きます。そうしましたらば、くちばしの部分を取っていきます。このところで重なれるのですが、だいたい1ミリぐらい、少し5ミリ、10ミリぐらい残しておきます。反対側についても10ミリほど残しておきます。で裏側に返します。このような状態になります。でここのところは実際水平になるような形にしておきます。それから反対側に返しまして尻尾の方を折ります。でこれはこのままでこの中
しましたら次にこの山のところを少し成形します。でこの山のところを潰してあげます。そのためにはここを開きまして引っ張ってやるという形にしますとこう開いてきますので、この状態で潰してあげます。それで半分に折ってあげます。そうすると大体このような山形になります。そしてこの角のところを持ち上げてこういう感じで先端の部分を持ち上げておきます。でこのようなところでこういうような状態で平らな状態にしました。でその次に頭の方をですが、今度ここで折れ線が入りましたので、こちらの方にもう少し曲げておきます。それでこの下のところを整えます。そうしますと大体このような状態になります。この状態から頭を少し上の部分を折り返します。さらに頭の部分をこのように折り返します。そしたらば次に羽の方に行きます。羽の方につきましては、こちら側と沿うような形で同じようなラインとなるような形に折り込みます。反対側についても同じ高さで折り込んでおきます。それからさらにその先端部分しておきます。このような程度の形です。反対側についても内側のところを返すということで同じような形にします。で、大体このような形です。このような形で羽をもう一度広げますとこのような羽の形となります。でこの状態でここを引っ張ってやれば下がるという形になります。じゃあ次に尻尾の方を折っていきます。で尻尾についてはこれをもう少し上げておきます。この上のあたりまで上げて、それで下を折り返しておきます。そしたらば次にこの先端の部分を返しまして、このような少し上側の状態に折り込みます。このような状態でこれを逆に返しまして、
でここのところを持って引けば羽ばたくわけですが、羽はかなり下の方になります。これを持ち上げるためにこのところを内側に折り込みを入れます。こちら側の方についても折り込みを入れます。しますと、もう少し上の方で羽ばたくという形になります。で、この状態で完成です。だいたいこのような形でここを引けば羽ば